今日はロールケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はロールケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、定番スイーツロールケーキを作っていきたいと思います。今回はですね、とてもベーシックなロールケーキを作っていきたいと思います。生地の作り方や巻き方にもポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、卵、グラニュー糖、牛乳、無塩バター、生クリーム。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずですね、卵なんですけれども、こちらは M サイズの卵を使用していきます。そしてバターに関しましては、こちらは必ず無塩バターを使用するようにしてください。そして生クリームですね。今回使う生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものになります。こちらの生クリームに関しましては、お好みのものを使用していただいて OK です。甘さに関しましても、練乳や蜂蜜で代用してつけていただいても大丈夫です。そして今回はこちら 27cm×27cm の天板を使って作っていきます。そしてここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートを敷いてください。そうしましたらこちらをですね、天板よりもだいたい一回りぐらい大きめに切ってください。そしたら天板を裏返して、まずですね、このように全体が均一になるように天板を中心に置きます。そして軽くね、爪などを使って跡をつけます。こんな感じで底の部分に跡をつけてください。こちらは大体で大丈夫です。はい、このように跡をつけます。そしたらですね、この四つ角を、この底の部分の角ですね、ここまで切れ込みを入れます。このように角に切れ込みを入れてください。では4箇所ね、同じように切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じで切り込みを入れます。そしたら裏返して、あとはですね、天板に敷き詰めてください。この切った部分を少し重ねてね、敷き詰めましょう。はい、OK です。このように天板にあらかじめオーブンシートまたはクッキングシートを敷き詰めておいてください。こちらはね、必ず生地を作る前に準備しておきましょう。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにこちらのバターと、あとは牛乳を温めておきます。まずね、バターを入れて、そしてこの上に牛乳をかけましょう。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度よく混ぜます。そしてバターをね、きちんと溶かしてください。この時にもしね、バターが溶けきれない場合は、プラスで10秒ほど加熱してみてください。一度にね、長い時間加熱してしまうと、牛乳に膜が張ってしまいますので、必ず30秒加熱して一度取り出して、その後ね、様子を見ながら加熱時間を調整してください。はい、OK です。このようにバターが溶けるまでしっかりと混ぜましょう。そうしましたらこちらを使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。今回は友立てといって全卵を泡立てていきます。ここでね、注意していただきたいんですけれども、卵は必ず常温に戻した状態で使うようにしてください。卵が冷たい状態で友立てすると少し時間がかかってしまいますので、必ずね、卵は常温に戻しましょう。はい、OK です。そしたらですね、こちらの卵なんですが、最初はね、湯煎に当てながら泡立てていきます。そうするとね、卵の泡立ちが良くなります。なので別のボウルにだいたい60度前後のお湯を張ってください。お風呂の温度よりもちょっと熱いぐらいですね。そのぐらいのお湯になります。ここにボウルを乗せます。そしてこのようにね、湯煎に当てた状態で泡立てていきます。まず何も入れない状態で、ハンドミキサーの高速で30秒泡立てていきます。はい、OK です。今ね、30秒泡立てた状態です。このようにちょっと粗めの泡が立ってます。そしたらここにですね、グラニュー糖を加えます。グラニュー糖はもう一度に加えちゃって大丈夫です。そうしましたらこちらを湯煎に当てた状態でハンドミキサーの高速で1分泡立てます。は
はい、OK です。今1分泡立てました。そうするとね、先ほどよりも泡が立って、かつ白っぽくなったの分かりますかね。ここまで泡立てたら湯煎から外します。あとはね、このまま泡立てていきます。ハンドミキサーの高速で2分泡立てます。はい、OK です。今ね、2分泡立てました。このように柔らかい角が立ってきます。角が立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらいの泡立ち具合になります。この泡立ち具合なんですが、お使いのハンドミキサーによって変わってくると思いますので、このぐらいのね、生地の硬さを目安に泡立ててみてください。そしたら最後仕上げですね。低速で1分30秒泡立てます。そうするとね、今ちょっと見ていただくとわかると思うんですが、ちょっとね、今荒っぽい泡立ちになってます。これがきめの細かい仕上がりになってきます。それではね、低速で泡立てていきます。はい、OK です。今ね、このような仕上がりです。先ほどよりもね、気持ち角がしっかり立って折れるぐらいになってます。で見ていただくとわかると思うんですが、低速で仕上げると、このようにとてもきめの細かい仕上がりになります。卵はこれで OK です。そうしましたら続いてこちらに薄力粉をふるって加えます。こちらの薄力粉は必ずふるって加えてください。加えたら今度はゴムベラに持ち替えてふわっと混ぜていきます。生地をね、そこから持ち上げるように、あとはボウルを回しながら混ぜていきましょう。薄力粉のダマができないようにね、混ぜましょう。はい、OK です。このように混ぜてください。ここでね、あんまり混ぜすぎると今度はふわっとした生地にならないので、混ぜすぎには注意してください。そしたら先ほどね、温めておいたバターと牛乳を加えます。この時にもしね、少し膜が張ってしまった時は、もう一度ね、電子レンジで10秒ほど温めてみてください。この水分を入れるとかなり泡が潰れやすくなるので、これからはね、より手早く作業を行ってください。それではね、こちら回し入れます。そして手早く混ぜましょう。こちらも混ぜムラがないように手早くね、そこから生地を持ち上げるように混ぜてみてください。はい、OK です。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちて、流れ落ちた部分の筋がすぐ消えるぐらいですね。そのぐらいの硬さになります。それではね、天板に流し入れます。そしたらね、こういったね、ヘラを使って生地をね、均一にさせます。きちんとね、端っこにも生地を寄せましょう。はい、OK です。そうしましたら高いところから2、3回落とします。これで大きな気泡を取り除いてください。それではですね、こちらを180度に予熱したオーブンで12分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このように綺麗に焼き上がってます。少し高いところから落としてください。これで熱い蒸気を一気に抜きます。ケーキクーラーなどを用意してください。そして型から取り出します。よいしょ。この側面のオーブンシートだけまず剥がします。このように剥がしたらこのまま粗熱を取って冷まします。冷ます時はですね、表面が乾燥しないように上にね、クッキングシートなどをかぶせて冷ましてください。ではね、このまま冷ましていきます。それでは生地を冷ましている間に生クリームを作っていきます。まず氷水を用意してください。そしてこの上にボウルを置きます。生クリームを泡立てるときは必ず氷水に当てながら泡立てましょう。そうしましたらここに生クリームです。そしてグラニュー糖を入れます。このね、生クリームの甘さはお好みで変えていただいても大丈夫です。それではですね、こちらをしっかりめに泡立てていきます。それでは泡立てます。はい、OK です。このぐらいですね、固めに泡立ててください。そしたら氷水から外します。表面を慣らして、そしてラップをします。あとはですね、こちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。
はい、粗熱が取れてしっかり冷めました。クッキングシートを取り外します。このような仕上がりです。そうしましたら下のオーブンシートも剥がしたいと思います。ではですね、先ほどのクッキングシートを上にかぶせます。そして逆さまにしましょう。はい、そして逆さまにしたら、あとはねオーブンシートを剥がします。ピリピリっと。はい、このようにね綺麗に焼き上がってます。それではね今から巻いていきます。巻いていく前にポイントです。まずここの表面に浅くね何箇所か切れ込みを入れます。それでは包丁でね 2,3 センチおきぐらいに切れ込みを入れます。本当にね浅くで OK です。そしたらあとはもう一つですね、巻き終わりの部分を斜めに切り落としてください。そうすることで巻き納めが良くなります。それではねこちらを斜めに切り落としていきます。はい、このようにね斜めに切り落としてください。それでは続いてクリームを塗っていきます。今回私はですね焼き色側を表にしたんですが、こちら逆パターンで巻いていただいてももちろん OK です。それではねクリームを塗っていきます。これね巻く時もそうなんですけど、クッキングシートを置いとくとちょっとねこうやって滑るので、もしあればこういったねシリコンマットを下に敷いていただくと作業しやすいと思います。こんな感じでシリコンマットの上にこちらを置いて、そうするとね動かなくなるので作業しやすいです。ある方はね是非やってみてください。ではどんどん塗っていきます。はい、 OK です。このようにクリームを塗ってください。それではね手前から巻いていきます。巻き方なんですが、1回目は少しきつめに巻いて芯を作ってください。あとはですねクッキングシートを奥に引っ張りながらコロコロコロっとね自然の流れで転がして巻いていきます。では巻いていきます。まず一巻きですね。このようにねクッキングシートごと持っていただいてくるっと一巻きします。こんな感じ。このようにきつめにねちょっと一巻きしてください。このね先端の部分が底ぐらいについたら、あとはこのクッキングシートを持ち上げます。そしてこのままクッキングシートを奥に引っ張っていきます。ちょっとねこちら手で支えていただくとやりやすいと思います。ではいきます。くるくるくるっと。はい、こんな感じで転がしていきます。巻き終わりまで転がしてください。そしたらねこれごと手前に戻します。そして手前に戻したら一度裏返しましょう。そしてこのままですねガッとクッキングシートをくっつけてください。そして表に戻ります。はい、 OK です。こんな感じでね巻いてみてください。そうしましたらですねこの後すぐ切るのではなくて、このまま冷蔵庫で1時間ほど冷やしてください。そうすることで生地とクリームがしっかりと馴染みます。このね両端がちょっとね空気に触れてる状態なので、乾燥しないようにこのようにラップで両端を包んでください。そしてこのままですね冷蔵庫で冷やしましょう。はい、1時間冷やしました。それではねラップを取って、そしてクッキングシートを取り外します。はい、このように仕上がってます。それではね切っていきます。まず端っこだけ少し切り落とします。あとはねお好みの大きさに切ってください。はい、このようにクリームたっぷりで美味しそうに仕上がりました。はい、これでロールケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにスポンジもふわふわで美味しそうに仕上がってます。巻き終わりを斜めに切っていただくことで巻き終わりが綺麗に収まります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわです。いただきます。このスポンジ部分がふわふわですごく美味しいです。そしてこの生クリームとのバランスが最高にいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のロールケーキのポイントです。まず材料についてのポイントなんですが、卵は必ず常温に戻した状態で使うようにしてください。今回ね全卵で泡立てるので、卵が冷たいと泡立ちにくくなってしまいます。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は初めは湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。友立てする時は湯煎に当てていただくことで泡立ちが良くなります。そして最後はですね低速でしっかりめに泡立ててください。この
のように低速で最後仕上げていただくことでとてもきめの細かい仕上がりになります。泡立て時間に関しましてはお使いのハンドミキサーによって適正な時間が変わる場合がありますので、動画の生地の具合を見ながら時間は調整してください。そしてその後ですね、薄力粉を加えるんですが、薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そしてその後はゴムベラを使ってふわっと薄力粉がダマにならないように混ぜましょう。そしてその後温めたバターと牛乳を加えるんですけれども、こちらの2つを入れると泡が潰れやすくなるので、この2つを入れた後は手早く混ぜるようにしてください。あんまりねここで混ぜすぎてしまうとふわっとした仕上がりにならないので、混ぜすぎには注意していただけたらと思います。そして今回はですね、180度のオーブンで20分焼きました。こちらの焼き時間に関しましてはお使いのオーブンによって適正な焼き時間、そして適正な温度が変わる場合があります。なのでこちらは様子を見ながら調整していただけたらと思います。そして焼き上がった後は型から外して周りのオーブンシートを剥がして、そして表面全体が乾燥しないように上にクッキングシートかまたはキッチンペーパーまたはラップをかぶせて冷ましてください。これをねそのまま置いてしまうと表面がね乾燥してしまいますので注意していただけたらと思います。そして巻く時のポイントです。巻く時はですね、まず内側の方に浅く切れ込みを入れてください。そうすることでとても巻きやすくなります。さらにですね、巻き終わりの部分を斜めにカットしていただくことで巻き納めが良くなります。そして巻く時のポイントなんですけれども、まず一巻き少しきつめに巻いてください。そして芯を作ります。芯の部分ができたら、あとはクッキングシートを奥に引っ張りながら自然にくるくるくるっと丸めてください。その後はですね、そのままクッキングシートで包んで冷蔵庫で1時間ほどしっかり冷やしてから切っていただけたらと思います。切る時はですね、包丁を少し温めていただくと切りやすいと思います。甘さに関しましてはお好みで調整してみてください。スポンジの焼き時間も短くて意外と簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はロールケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。